どうも、ベトナム在住の浮地です。先日ね、このサスが短すぎて、フロントタイヤはめれなかったんで、もう少しね、短いやつ準備しました。これでね、交換して、前をね、組めるようにしていきたいと思います。今回準備したサスね、家にあったやつなんですけども、元がね、ちょっと短すぎるんですよ。なんぼだ27センチぐらいしかないんですよね、この穴のセンターからセンターまで。なんでね、ちょっとこんなアダプターつけて、これで、だいたい30センチぐらいにしてます。ちょっとこのアダプターってね、信頼性がどうなのかなとかあるんですけど、前に使ったこともあるんで、とりあえず大丈夫だと思います。フロントタイヤないんでね、前をとりあえずジャッキで固定してあります。映ってないかな。こんな感じでね、こうしないと倒れちゃいます。ジャッキじゃ持たんのか。よいしょよいしょ倒れちまう。よし、これで OK か。危ない危ない。うわー、これ当たんのか。ちょっとここの部品がね、当たっちゃうんで、ワッシャーを足さなきゃダメですね。準備してきます。さっきね、何言ってたかっていうと、ここの部品場所がね、ここに当たっちゃうんですよ。なんでね、分厚いワッシャー2枚ぐらい入れた方がいいのかな。ここにね、はめていきます。これね、ずいぶん短くなったんでね、下がりすぎですね。かぶって32センチ、33センチだったのかな。とりあえずね、一旦これでつけておいて、フロント周り組み立てていきます。ちゃんとしたサイズのをね、探すのか。この低いのもかっこいいんですけどね、当たんないのかな、どっか。いいや、とりあえずフロントやっていきます。さあ、やっとね、フロント組み立てできます。今度は高さ大丈夫やね。このギアをここにね、これ反対側はね、ゴムがあるんでラバーグリス塗っていきます。今は芯出しはできんけど、強く締めちまおう。強く締めたんですけどね、回りますね。大丈夫だ。ベアリングの位置をね、以前適当に大体で合わせたんですけど、大丈夫です。それで、そっか、これはどうせまた芯出ししなきゃいけないから、このまんまやね。 OK でしょう。ブレーキケーブル、ブレーキワイヤー通していきます。こいつはね、ここの前の穴からこっから通ったはずやんね。通してここだ、
ストッパーの前かな。引っかかるのか。あ、いけたいけた。これでいいはず。穴を通すと。これはね、古い部品ですけど、メーターケーブルは新しいのしかないんで、というか新しいの入れていきます。コピー部品ですけどね、こいつもね。よし。で、これが上下があって、こっちが下か。これは落ちないタイプやね。たまにね、これがスルッと下に行っちゃうやつがあるんで、その時はここでね、何か結束バンドのちっちゃいのとかで止めればいいんだけど、こいつは大丈夫ですね。で、これを穴から通して下から出るよね。いきました。これでいいんじゃない？それではね、これ下側を固定していきます。これがブレーキだからこうなるのがいいんだよね。こうじゃないかい。これでブレーキが外から行くと。これで上が回ってます。 OK。 そんでこれがブレーキ。ハンドルロックキーね、取り付けします。こいつは後からでいけたんだよね。大丈夫だよね。入れた。これでロックがかかるよね。なんか随分まっすぐでロックになるんだな。まあいいや。さあ、この前のカバーをねつけていきます。こいつはなんせね、リトルカブでちょっと穴は変なことしてるけど、とりあえずつくんじゃないね。こうやってね。さあ、これでここですよ。これね、アンドンカブーなんですけども、最初はね買った時はこいつがついてたんですよ。穴の位置がね違う、この後の車種のやつを無理やりつけてたんだな。あ、やばい、傷つく。やめようやめよう。でね、こいつ純正部品というか、かなりサビサビなんですけどね、これずいぶん前ですけども買っておいたんですよ。こいつなら穴の位置がちょうどあって、ここも微妙にずれるけどな、それは削るか。何気にしてたかっていうとね、ここが合うかなと思って、微妙な隙間は空くけど、まああら、前が当たんの？前当たんのか。使えないんだ。うわ、当たるな。ダメか、傷ついちゃった。これどうしようかな。使いたいんだけどな。ちょっと前に出すとか。どうしよう。うわ、ポン漬けでいけると思ったんだけどな。いろいろと形が違うのね。
いやー、これがつかないとは思わなかったな。いや、なんせね、あと色塗ってないのがこの前とタンクで、ハンドルのね、上と下側、これ全部色塗ればね、塗装終わりなんで、全部一緒にね色塗って、まあ下処理して今日は終わりにしようかなと思ってたんだけども、相変わらずいろいろ予定通りにいかないんだな。なんかここ硬いしあるかな。このガソリンタンクね、純正品じゃなくてこれもコピーなんですよ。確か中がうっすら錆びてた気がするんだけど、ちゃんとねコピー部品でシートももうずいぶん前に買っておいたし、ちゃんとこの古いタイプのやつですよね、こいつも買ってあって、あらなんか位置がちょっと合わんぞ何かが合わんぞ。もうちょい前に行くのか。こんな前に行くの？あれなんかおかしいぞ。ステッカーだってね、赤にしようか青にしようか、多分赤がいいんだけども買っておいたけど、なんでこれ形がこんな合わんの？なんかいろいろおかしいぞ。確かこいつ中がうっすら錆びててね、懐中電灯、こいつね中がちょっと錆びてるんですよ。あら、これヒンジが違う。まあいいや、中ね、少し錆びてるけどあれリザーブがこれはカメラに映せないよねなんだ、映るか。こうすりゃいいかな。映ったか。両方とも高さがリザーブなんですよ。これどうするのよ。いやー、なんか細かいところがいろいろグダグダよね。これ逆じゃおかしいのか。そもそもが違うのか。まあこれもコピー部品ですけどね。まあただそれよりもこの中だ。懐中電灯さんはどこよ。あった。どうしようかな。これガソリンメーターないんでね、リザーブないとというか両方がリザーブじゃ話にならないんだな。私ね、油性カブ MD50 のガソリンタンクも持ってるんで、あれシートの色がね茶色だから今回のに合わないしと思ってこれにしたかったんだけど、ちょっとね屋根裏に置いてある油性カブのガソリンタンク取ってきます。どうしようかな。とりあえず取ってきてここでお見せして終わりにしようかな。ちょっと屋根裏行ってきます。屋根裏上がってねシート取ってきました。 MD50 のガソリンタンクかなり錆びてるんですけどね、
中は大したことなかったはずなんだな。少し錆びあるけどね。でちゃんとリザーブとメインのところ高さ違うんで、これ映んのかな。まあいっか。ちょっとこれをね綺麗にしてこっち使うかな。MD のタンクがね、でシートがつくと。この色がねちょっと今回のに合わないなと思ったんだけども、どうしようかな。ガソリンタンクは逆に周りも黒だから黒のまんま。そうだな、これ色塗っちゃうとシートが浮いちゃうんだよね。でも黒ならこれでもありかな。どうしよう。まあちょっと考えましょう。とりあえずね、今日もうちょっと作業しようと思ったんだけど、なんかいろいろうまくいかないときはね、一旦作業やめた方がいいんで、今日はこれまでにします。それではまた。